星野シャナのスターライトラジオ。こんばんは、星野シャナです。今回は字幕に関するお話をしていこうかと思います。そう、突然字幕って感じだとは思うんですが、実はですね、最近投稿している動画の中で、ゲームのプレイ動画、いわゆる実況動画っていうやつですね。あれと、あと今年から投稿した分のラジオには、なんとフルで字幕がついているんですね。ご存知でした？なんか 2%、3% ぐらいの方は日本語字幕を見ている方がいらっしゃるらしいんですが、実はつけてるんですよ。そう。なので今回はですね、どうして字幕をつけてるのかっていう理由を、ちょっとざっくばらんにお話しできればなというふうに思います。じゃあ早速本題に入るか。字幕をつけた理由なんですが、考えてみたら4つぐらいあった。そう、まとめたら4つあったので1から話していきます。まず1、私の喋っていることが聞き取りにくいだろうと思ったからです。いや、これは多分ね、思い当たる節がみんなあると思う。そう、ここわからんわっていうのあったでしょう、きっと。そう、無意識に早口になってしまったりだとか、あとは噛んだり読み飛ばしたりがすっごい多いのね。そうだから多分音だけ聞いてるとところどころ今なんて言ったみたいな場所が出てきちゃうと思うのよ。そうなので自分の見返しようとしてもそういうのって多分きちんと整理した方がいいなっていうので字幕を作ることで理解を深めようと思っています。言い方が堅苦しいね。そういやでもここなんて言ってんのってなった時に疑問が解消されればいいなって思って字幕はつけてます。で2、差別化です。そうゲームのねプレイ動画とかラジオの動画ってやっぱりいろんな人がやってることだからパクリをしてるわけじゃないんだけどさ、みんなと同じことばっかやってるのも悪いなって気がして、そうだから自分が一個でも取り組めることないかなって探した時にYouTube の字幕ぐらいだったら、頑張ってつけれるんじゃないっていうことでちょっと挑戦してみました。はいなんですね。ただこっからちょっとなんで字幕って話をより深掘っていくんですが、その差別化するんだったらフルテロップにすりゃええやんってきっと思われる方がいると思うんですよ。そういう方がいると予想しての3つ目の理由です。編集力の問題的に字幕が一番適していたからです。そうなのよ。フルテロップでもよかったんだけど、私が今編集で使ってるアプリ、マイクロソフトのクリップチャンプってやつなんですね。で、こいつが、テロップがね、日本語対応してないの。そう。英語のフォントとかは結構いっぱいあるんだけど、日本語に対応してなくって、だからね、ブロック体っていうのわかんないわ。ゴシック体か。そう、ゴシック体みたいなやつしか出せないのよ。で、ちょっとね、ここは私がうまく操作できていないだけかもしれないんですが、縁取りとかもね、ちょっとできなくって、見にくいなって感じたの。そう。だからちょっと今使ってるソフトでフルテロップにしても読みにくいだけだろうなっていうところがあって、YouTube 側の字幕機能を使うっていう風にしています。で、4つ目もちょっとそれに関連したことなんですが、フルテロップの動画って好き嫌いがありそうだなって思ったの。そうゲームの動画だとなおさらって感じなんだけど、テロップをつけるってことはゲームの画面の一部が隠されてしまうってことでもあると思うのね。そうって考えるとやっぱり見えない部分はちょっと実際の体験からは離れてしまうし、それが邪魔だってなる方もいらっしゃるんじゃないかなって思ったんですよ。そうでこれを YouTube の字幕にしてあげると自分でオンオフができるのね。そうだからやりたい人は見て、見たくない人は消してっていう作業ができるところにすごい魅力を感じたので、今は字幕っていう機能を使ってやってます。はい、この4つですね。今のところ字幕を作る理由は。そうでね、字幕を作って良かったこと3つぐらいも紹介していきたいと思います。これはね、他のクリエイターさんたちにも届けば、一意見として聞いていただけるとありがたいんですが、まず良かったこと1、字幕とかテロップの作業めっちゃ大変ってことが分かった。これはやってみないと分かんないね。いや本当に時間かかんのよ。
そう、今は自動の書き起こし機能みたいなものもあるんですよ。そう、YouTube 側に動画をアップロードすると、その音声を分析して自動で書き起こしした自動翻訳っていう字幕を作ってくれるんだけど、私はそこをベースにして、編集して、ちょっと間違ってる言葉を直したりだとか、あと、あれだね、笑い声が字幕には載らないので、カッコ笑の表記をいくつか付け足したり、あと記号とかもね、3点リーダーとか、びっくりマーク、クエスチョンマークみたいなのを足して、ちょっと感情が伝わるようにしたりとか、編集したり、あとタイミング調整とかもだね。そう、ある程度は一応自動でやってくれるんだけど、やっぱり実際の音声を聞いたのと似ている体験を提供するっていう点で考えると、そう、やっぱり AI に自動に任せたままだとちょっと足りなくないみたいな、もうちょっとアレンジ聞かしてもいいんじゃないみたいなところがあったので、そこを編集するっていう作業をね、今やってるんだけど、めっちゃ時間かかる。やばい。そう、自動翻訳書き起こしを一から確認しなきゃいけないのね。でそれってつまり結局動画を一から最後まで再生しつつ止めつつ編集しつつみたいな感じになるので、動画の再生時間の2倍ぐらいの時間をかけて多分字幕を編集してるってことになると思うのよ。もうえぐいね。そうだからめっちゃ大変なんだなってことが分かった。なのでこれからね、字幕を見たりとかテロップ付きの動画を見る方はね、ぜひその大変さをね思いやりながらこの人たちすごいことしてるんだなと思いながら見たら多分いいんじゃないかなって思うわ。ポジティブにいけると思う。はい。で、良かったこと2つ目。自分の口癖が分かるようになりました。分かったところで何って問題では確かにあるんだけど、そう、ただね、自分が何をよく言ってるかっていうのが分かるのは、自分を客観的に見るっていう視点ですごく面白いなっていうふうに思いました。じゃあちょっと言う？私の口癖。そう。いやもう今ね、メモに書いてある言葉を言いそうになるたびにちょっと口ごもったりしてるんだけど、そう、私ね、って言いがちなのよ。あとなんかとか、なるほど。そう、なんかなるほど。あとそうとかもそうかな。そうなのよのそうね。そうとかもそう。もうそうばっかり言ってる。意味わかんない。そうこの辺の単語って特に意味があって発してる言葉じゃないと思うのよ、多分私の中で。なんというかまたなんかみたいなのを言おうとしたね。考えてるアピールをしたいのよ。私すごく沈黙の時間が苦手なタイプで、お友達が喋ってる時とかもこう相づちはねもちろん打ってるんだよ。で表情も変えてるつもりなんだけど、黙ったまま聞くっていうのが結構しんどくって、そうだからしょっちゅうね、ふんふんふんとかあーとか言っちゃうのよね。そう反応してないと不安になるのよ。っていうのが多分一人語りのくせに動画にも出てて、そうだからゲームでテロップが出ました。なるほどねって言っちゃうんだけど、このなるほどは別に分かってるなるほどじゃないんですよ。今読んでますからねのなるほどなので、ちょっとその辺をね踏まえた上で動画見ていただけるとちょっと助かるなっていうふうに思います。で、あと割とねよく出てくるのが結構とかっていうふうに思いますとか、さっきも言ってたと思うけど、あとねちょっととか普通とかも言いがちだね。そう、この辺はね良くないなと思うんだよ。ちょっと普通結構だってこの辺のね基準がやっぱり人それぞれだから、あまりこういう言葉を使うべきじゃないっていうのはすごく理解しているんだけど、頭の中で理解してってもねやっぱり馴染み深い言葉だから、こうちょっと間が空きそうだなってなった瞬間に入れたくなっちゃうのよね。そうなんとかなんとかって言った後に、最後あと1秒ぐらいこの間がもどかしいってなった時に普通にって言っちゃう流れが多分自分の中でできてるから、ここは本当に気をつけないと人に誤解を与えるなって思った。だから直していきたいね。そう、あとね、っていう風に思いますに関しては、私の自信のなさがね、すごい出ていると思う。動画内であと多分っていう言葉も多用してると思うんだけど、この多分とかっていう風に思いますっていうのは、あくまで私の主観だよっていうのをすごく強調したくて、そう、自己肯定感がめちゃくちゃ低い人だから、自分の意見をそのまま信用されることにとても抵抗感があるのね。そうだからっていう風に思います、あくまで私はねっていうニュアンスが入ってるので、ちょっとその辺をね把握していただけると嬉しい。
そう、動画を見るときは必ずこれはあくまで私の意見なんだなっていうのを察した上で見てください。そう、これが絶対じゃないからね。そこ大事よ。はい。でちょっと2番長々喋っちゃったから3番に行きますね。そう、良かったこと3つ目は、自動翻訳がすごいなってことが分かったの。そう、さっきまで喋ってたのって大体日本語の字幕の話なんだけど、実はですね、YouTube の動画のアナリティクス、分析結果を見た感じだと、視聴者のうちの60% ぐらいしか日本人いないらしいのよね。そう、59% とかが日本人なのよ。そう、だから意外と日本語圏内じゃない人が見てくださってるっていうことが分かったの、最近。そう。だから自動翻訳を使ってね、10月投稿の動画からちょっと英語字幕を足してみようかなみたいなことをいろいろやったりしてるんだけど、そう、自動翻訳すごいね。びっくりしちゃった。そう自動翻訳のベースはなんだろう、YouTube が自動で書き起こしてくれた走行を私が編集したもの転居で、英語に自動翻訳してもらった字幕をつけているっていう状態です。そう、それがさ、秒速で来るのよ。そう、日本語字幕を全部作り終わるじゃん。で、公開先にして、まあみんなの元には多分公開されてないけど、公開前の動画だからね、そう、処理が。そう、先に日本語書き終わった完成ドーンってやったところで、数秒後に英語字幕追加ってやると、それが全部自動翻訳されてくるのよ。やばくない？で、30分のさ、尺のものを、マジ5秒ぐらいで全部翻訳してくれるんやね。いや、それはもちろん間違ってるところもあると思うんだけど、英語字幕をちょっとちらっと見てて思ったのは、すごく自然な会話にしようとしてくれてるなっていう AI の意識を感じた。AI の意識ってなんだろうね。そう。例えば、あーとか、おーとか言ったりするじゃん。そう、この系の言葉って、あーとかおーとか、そのまんまの表記になりがちかなと思うんだけど、英語字幕見ると、アンとか、ウェルとか、って意味のウェルね、とかに、ちゃんと書き換えられてて、なるべく同じ単語が連続しないように配慮されてるなっていうのを感じました。あと、私がね、すごい気になってたところなんだけど、日本語のカッコ笑ってあるじゃん。あいつどうなるんだろうと思ってちょっと英語字幕見たら、ロルってやつだね。カッコ LOL カッコ閉じみたいな感じで書いたりするやつに変わってたりとか、あとは普通に笑い声って意味でラフって書いてあったりとかして、その辺の表記もちゃんと、英語らしい会話の中で不自然じゃないように変換されてるんだなっていう配慮があることを感じて、自動翻訳すげえなっていうふうに思いました。もはや直訳の時代じゃないんだね。いや、感動したわ、マジで。なんか技術の進歩だなって思った。そうなんですよ。自動翻訳すげえの。最近のね、動画のコメント欄見てる方がどれぐらいいるかわからないんだけど、結構ね、英語とか、あと日本語じゃない言語のコメントがちょいちょい来てて、いや、本当ありがとうございます。嬉しいです。そうでね、英語のやつはまだ、自力でね、一応義務教育の範囲の英語力はあるつもりだから読めるやつもあるんだけど、もうそれ以外の言語ってなると、マジで文字から本当にわからないみたいな状態になりがちなのよ。たださ、YouTube のコメント欄も自動翻訳が働いてるから、そう、翻訳するピッて押すと全部日本語になって出てくるの。あれやばいね。そうだからおかげでね、なんとなく意味が分かったりして、ありがとうございますって思いながらいつも見てるんですけど、最近の自動翻訳って本当にすごいんだなっていうふうに思いました。そう、感動したよね。そうだからこれからの方針としては、一応ね、今週2ぐらいで投稿してたと思うんだけど、ちょっと厳しくなりそうだからこの先週1投稿になるかもしれないけど、字幕は頑張ってつけていこうと思う。そうで、字幕っていうのは自動書き起こしされた日本語のやつプラス、それを自動翻訳させた英語の2展開でとりあえず頑張っていこうかなって思ってる。そうね、これは別に誰に対する報告ってわけじゃないんだけど、自分の中で決めたことをね、ちゃんと話しておかないと、あれよ、有言実行みたいな感じだね。そう、言わないとやらないみたいなことになりかねないので、とりあえず喋っておこうかなっていう感じでラジオを撮りました。そう、ちょっと今回の話あんまり面白くないかもしれない。なんか編集してみて分かったことを私がすごい喋ってるだけなので、なんかね、これから動画作ってみたいっていう方にはちょっと参考になればいいかなっていう感じです。
はい、じゃあ、今回はね、ちょっと短いんですが、こんなもんかな。そう、字幕ね、ラジオとゲームに関しては頑張ってつけているので、興味がある方は覗いていただけると、なんか、あ、見てる人増えたかもしれんって言って、私が頑張れるので、はい、喜びます。気が向いたら見ていただけると嬉しいです。はい、じゃあそんな感じでいつもご視聴いただきありがとうございます。お相手は星野シャナでした。おやすみなさい。